今年もアジアから数えきれないほどの BL ドラマが生まれた。そして視聴者の心を最も揺らし、物語の余韻を深く刻みつけた作品たちをリストアップした。中国、韓国、タイ、日本、ジャンルも空気感も全く異なる作品が2025年という年にどんな頂点を見せてくれたのか、それをこれから一つずつ皆さんと一緒にたどっていこう。独断と偏見で選び抜いたものとなる物語の強さ、演技の熱量、世界観の完成度、そして心を奪われた瞬間の深さを念頭に置いて。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。豊作だった中国 BL の中で最初に心をつかまれたのが逆愛 ABO デザイア Kill to Love To My Shore きらめく君を見つめての5本だ。正直逆愛 ABO デザイア To My Shore は私の中では全て同着1位だ。それでも今回はランキング形式ということであえて順位をつけ理由も含めて話そう。第3位は逆愛。ストーリー、演技、俳優、その全てが揃った作品で更新日が来るたび胸が苦しくなるほどだった。ではなぜ3位なのか。逆愛は狂気を持たない。その分多くの人に受け入れられる強さがあり、物語として欠点が一つもない。ただ私が1位と2位に選んだ2つは物語の奥に潜む狂気が桁違いだった。第2位は最後まで迷い続けた ABO デザイアだ。なぜ1位にしなかったのか、その理由は狂気の質にある。ABO デザイアは構造として理解できる欲望の狂気だ。独占欲も承認欲も全てが外側に現れ、世界観の中で一貫している。ファイヨンはただミスターシェンを愛し続け、その強さが暴走しているだけだ。学生の頃から一途で、彼の根底にあるのは純粋な好きだという感情だ。To My Shore と並べてしまうと、ファイヨンの執着はむしろ純愛に見えてしまう。しかし To My Shore 語眼は違う。これは設定にも世界観にも逃げられない人間の狂気だ。表情も声も静かなまま、心だけがねじれていく。何を考えているのかわからないまま行動だけが暴走し、こちらの想像を軽々と超えてくる。何度も背筋が凍るような瞬間があった。正直このリストに挙げた作品はどれも更新が待ちきれないほどだったが、語眼だけは違った。更新日の朝、思わず3歩後ずさる。私が語眼を1位に選んだのは、この作品が絶望の奥にかすかに残る人間らしさを描いていたからだ。壊れたまま誰かを求める、誰かを傷つけながら愛してしまう、間違いと知りながら止められない、愛なのに暴力的で、暴力なのに愛が混じる。こういうむき出しの感情は胸ではなく、もっと深い場所を震わせる。心の奥の奥に眠っている原始的な共感能力を呼び覚まされる。この震えがあったから語眼は私の1位になった。次は韓国 BL だ。今年見た中で印象に残ったのは雷雲と雨風、ボールボーイタクティックス、My Secret Vampire、Tide of Love、Secret Relationships、秘密の間柄の5本。ただこの中で選ぶなら雷雲と雨風しかない。他の作品が悪いわけじゃない。だがこの作品だけは次元が違った。ツンデレをこじらせすぎて、もはや自分で自分を追い詰めている。執着心が暴走しているのに本人は素直になれない。その矛盾が痛々しくて切なくて、でも笑ってしまうほど人間臭い。2位と3位は正直雷雲と雨風と比べてしまうと霞んでしまう。2位のボールボーイタクティックスは脚本の力で引き込まれた。会話の一つ一つが丁寧で、キャラクターの感情が自然に伝わってくる。派手さはないが、セリフだけでここまで見せられるのは強い。3位の My Secret Vampire は設定の切り口が面白かった。ヴァンパイアなのに血を飲まない主人公。その葛藤がツンデレ気質と絡み合って応援したくなる空気を作っていた。地味だが確かに心に残る一作だ。次はタイ。本当にたくさんの作品が心に残って、1位以外は選ぶのに悪戦苦闘した。候補だけですでに10本もある。だから堂々の1位から語らせてほしい。1位はトップフォーム。これ以外にありえない。毎週彼らの関係に一喜一憂していた。アキーンの笑顔はありえないほどスイートで、見ているこちらまで自然と頬が緩んでしまうし、だからこそアキーンが泣いた瞬間には画面の向こう側にいるはずのこちらの心まで素直に、そして容赦なく痛めつけられる。
日本漫画の原作も文句なしに最高で、こんな作品を世の中に送り出してくれたこと自体に感無量。2位と3位については実はかなり悩んだ。少し不公平かもしれないが、理由はリセットはすでに完結しており、名作であることが作品そのもので証明されている一方、Me&T はまだ物語の途中で、この先どう転ぶかは誰にもわからない。タイは冒頭だけ有名な監督が担当して途中から別の監督に切り替わることもあるし、 SNS の反響次第でストーリーの方向性が変わるケースも珍しくない。だから今回は物語としてすでに完成しているという点を重視し、リセットを第2位に選んだ。リセットの主人公は自分を陥れた犯人を捕まえるために若い頃の自分へとタイムスリップする物語で、 Me&T は T がマフィアボスという設定を背負いながら進んでいく作品で、どちらも単なる甘さだけでは終わらないスリリングなプロット展開が用意されている。最後に、今年の台湾 BL は正直なところリリース本数がかなり減った。どれも個性が強くて単純に優劣をつけられなかった。心に残ったのはカンジエンアイ、シークレットラバー、秘密関係、エクスクルーシブラブの3本。カンジエンアイは静かで余白が多い。感情を説明せず見る側に委ねてくる作品だ。秘密関係は感情の揺れが明快で視聴者をぐいぐい引き込む力があった。2人の関係が積み重なっていく過程も丁寧に書かれていた。エクスクルーシブラブは台湾 BL 特有の柔らかさと現代的な感覚のバランスが絶妙で、見終わった後に素直に良かったと思える作品だった。本数が少ないからこそ候補を絞り込んで順位をつけるのは難しかった。でもこの3本は確かに心に残った。こうして振り返ってみると、2025年の BL ドラマはどれもただの恋物語では収まらない深さを持っていた。愛の形、痛みのあり方、許しと執着、再生の気配、国境を越えて届いた数々の物語がそれぞれの方法で心の奥を揺さぶってきたのだ。中国は破壊的な愛と運命の濃度で圧倒し、韓国は緻密な脚本と精神的な緊張感で引きずり込み、タイは大胆な構図と劇場を武器に世界を広げてくれた。日本は静かな狂気と情緒の切れ味で攻め、台湾は繊細な心理戦を丁寧に積み上げ、ジャンルは違っても根底にあるのは心に触れようとする力だった。視聴者の感情をつかみ離さず、物語が終わった後もしばらく現実へ戻れないほどの余韻を残していく。今年の作品群はその点でどれも突出していたと感じている。そしてランキングという形で優劣をつけたものの、本当はどの作品にも語るべき熱があり、一つ一つに2025年を象徴する瞬間が宿っていた。物語に救われ、胸を裂かれ、また恋に落ちる。そんな1年を共に駆け抜けてくれた視聴者の皆さんにも心から感謝したい。2025年の BL ドラマは間違いなく豊作だった。そしてこの勢いはまだ終わらない。来年どんな物語が私たちを待っているのか、期待と少しの覚悟を胸にまた次の1年へ踏み出したい。今後ともよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。ではでは。